皆さん、こんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 4. 今回のエピソードでは、日本で友達を作るための10の方法を紹介します。前回のエピソードで、なぜ多くの外国人が日本で友達を作るのは難しいと感じるのか、私なりに分析して説明しました。なので、まだそちらを見てない人がいたら、ぜひ確認してみてください。今回は、結構前なんですけれども、私のインスタグラムのフォロワーの方々に、彼らが実際にどうやって日本人と友達になったのか、その方法やコツを聞いたところ、150もの回答をいただいたので、その回答にコメントしていく形で、挙げられた方法はなるべくすべて、紹介することにしました。ではまず一番多かったのがシェアハウスに住むでした。日本ではそこまでシェアハウスは一般的ではないですけれども、仕事をしていても親と一緒に住むか、もしくは、完全に一人暮らしの人が多いかと思いますが、なので私もシェアハウスといったらやっぱり外国人が多いイメージでしたが、フォロワーさんたちの回答の中では、シェアハウスで日本人と友達になった人が多かったです。ちなみに一人紹介してくれたウェブサイトがあって、ボーダーレスハウスというものですね。調べてみたらシェアハウス探しのみでなく、イベントに参加したりコネクションを作るのも手伝ってくれるプラットフォームだそうです。では2つ目、次に多かったのは大学のサークルに行くでした。大学生であるということは友達を作る上ではやっぱり大きな武器ですよね。自分から頑張って動かなくても大学側とかもしくは他の生徒側がいろいろなイベントを企画しているので、そういうイベントに次々行ってたら、どんどん友達ができたっていう人は多いかと思います。特に日本の大学はサークルがあるので、サークルっていうのは共通の趣味を持つ生徒が集まってテニスサークルとか音楽サークルとか美術系のサークルとか、いろいろな活動を一緒にすることですが、日本だと多い大学だと3000以上のサークルがあるところもあるので、どんなに珍しい趣味を持っていても同じ趣味を持った人たちと出会えて、一緒に活動できる可能性があります。3つ目は大学生じゃなくても、国際交流イベントとか、大使館とか Facebook のグループによって企画されたイベントに参加することです。で、特に例えばスペイン人にとったらスペイン日本交流会とか2つの国の交流会だともうすでに自分の国に興味がある人たちと出会えるので、より友達になりやすいかなと思います。4つ目は、今挙げたようなこういう交流のためのイベントをもっとカジュアルに見つける方法でアプリを使うこともできます。例えばミートアップというのは、スポーツとか、趣味を通して新しい人と出会ったり言語交換をしたりできるアプリですけれども、実は私もスペインに来た時最初これを使って、ビーチバレーに参加して、そこから今の友達ができました。で、これはあまり日本で聞いたことがなかったので、あまり使われているイメージがなかったんですけれども、結構フォロワーさんの中では役立ったと感じている方が多いようです。5つ目は意外にも多かったバンボーベストフレンズを使う方法です。実は私もバンボーで友達なんてできるのと半信半疑使ってみたことがありますが、まず意外にマッチする、結構の人とマッチして会話も始まるけれども、実際に会ったことは私は一度もありません。私にとっては今から初めての人と会って会話をして友達にならないといけないんだと思うと結構緊張するので、めんどくさくて結局会わなかったというのが原因ですけれども、そっちの方がむしろ友達になりやすいっていう人にとってはいいかなと思います。6つ目は私が一番好きな方法ですが、趣味の教室に通うということです。フォロワーさんたちの中で上がったのは、太鼓教室、いいですね、これ私も行きたいです。あとはピラティスとかサーフィン、マーシャルアート
ダンス教室、あとはウォーハンマーペインティング、すごく特定の趣味ですが、あとはクロスフィットとかいろいろありました。この方法のいいところはミートアップと違って友達になるとか、言語交換をするっていう目的のイベントではないので、もっと普段全く英語を喋らないような日本人と会って話をすることができると思います。あとはやっぱり外国に一人で住んでいると、こういうふうに週に1回とか定期的に通うところがあるだけで少し寂しさが減る気がします。私の場合はピラティスの教室にスペインで通っているんですけれども、もちろん先生はすべてスペイン語で話すので、友達と話さなくても結局スペイン語の上達にすごく役立っています。趣味の教室に似ているけれども、それよりもより自由に人と話せるのが趣味のイベントに行くことですね。例えばライブやフェス、ジャムセッションなどの音楽イベントやお笑いライブ、バイスココミュニティなどが上がりました。特に音楽のイベントに参加したという方が多くて、東京とか大きい都市ではライブハウスとか小規模の音楽イベントが山ほどあります。なのでマイナーなジャンルの音楽が好きとかでも絶対にそういうイベントが見つかるし、しかも同じ趣味の人に出会って、交流できる可能性が高いと思います。8つ目は、もしまだ日本に来ていないとか、あとは直接人に話しかけるのが難しいなと感じる人に、ちょうどいい方法だと思いますが、先にオンラインで会って、でそこでしばらく話してから、実際に会うという方法です。バンボーフレンズも同じコンセプトですけれども、特に、よく紹介されていたのがハロートークというアプリです。ハロートークはオンラインで他のユーザーと言語を教え合うことができるので、そこで話してみて気があったら、でしかも日本に行った後に近くに住んでいたら実際に会ってみるという感じがよくある流れかなと思います。もしくは今自分の住んでいるその日本以外の国の町で、行われている日本人向けの交流会とか日本人との交流会に参加してみて、でそこでできた友達、日本人の友達に、日本に住んでいる他の友達を紹介してもらうとか、その人が日本に戻った時に日本で会うとかもできますね。それ以外にもインスタグラムとかフェイスブックで今はいろんなグループを見つけることができると思います。9つ目はアルバイトで友達を増やす方法です。結構これは日本人の私にとっても友達が増えた方法ですね。私はいろんなバイトをしていたので、行くたびにやっぱり同年代の人がたくさんいるので、結局仲良くなることが多かったです。これをやるためにはアルバイトができるくらいの日本語が話せないといけないですけれども、一度アルバイトに入るとやっぱり一緒に働くとなると同じ問題に向かって毎日一緒に立ち向かうことになるので、最初の方は少し緊張してもしばらく経った後に結構気が合う人が見つかる可能性が高いと思います。では最後の方法は、とにかく外に出て、人に話しかけてみる方法です。これはバーとかクラブでもいいですし、同じカフェに通うとかでもいいですよね。私の場合一人で出かけて知らない人にいきなり話しかけて友達になるっていうのはちょっとハードルが高すぎるので、もしそういう勇気とか社交性がある人だったらとても効率的な方法ですよね。つい最近渋谷で路上飲酒が禁止されるというのが、ニュースで見たんですけれども、その前だと日本人の夜遊びの仕方ってそういう渋谷とかに行って、コンビニでお酒を買ってそのコンビニの外とか道でみんなで飲むっていうスタイルも結構あったので、週末の渋谷に行くと道に車は通らない道とかにもうすごい人がいて、そこで知らない人同士も話したり輪が広がる、友達の輪が広がるっていうのはよく見たことがあるので、もちろん知らない人に話しかけるときは相手が嫌がったり、危険に感じてないかを慎重に確認した上で、あとはもし一人で行く場合は必ず安全にも気をつけた上で日本人に話しかけてみてください。
では以上が日本で友達を作る10の方法でした。もちろん今紹介した10の方法すべてが自分に合う方法だとは限らないですけれども、これなら自分にできるかなと思う方法から一つずつ試してみて、いつか自分のストレスにならないし、友達もできやすい方法が見つかったらいいなと思います。ただやっぱり友達作りって焦ってやると友達を増やさなきゃとか友達を作らなきゃと思いながら焦ってやると本当は気が合わない人と友達になってしまったり、ものすごくストレスになったりするのでぜひ少しずつゆっくり気長に試してみる方がいいと思います。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。次のエピソードでお会いしましょう。